スーの話なんだけど、これ何かっていうと、まあなんかスーとね、今週ね、ちょっと会う機会があって、でまあ、会ってさ、普通に本当に、たわいのない穏やかなね、会話をするわけよ。本当に、もうね、平和な会話をね、していたんですよ。まあなんか最近寒いよねとか暑いよねとか、まあこうでこうだよねみたいな。めちゃめちゃ穏やかな平和な空気というか。ああ、そうなんだって言って。お互い頑張ろうねみたいな。で、結構いい感じに会話が終わったのよ。で、じゃあ、そろそろ行くかみたいな感じになった時に、スーがめっちゃ小声で、ところで昨日のメンバー限定配信、最高でした。ありがとうございます。えあ、はい、みたいな。で、これ言われた時に、マジで、スバル、いろんな情報が脳を駆け巡って、これを言われた時に、スバルの頭の中では、ちょっと待って、スバルがメンバー限定配信してた時って、裏ですぐ配信してなかったかみたいな。なんか、時間帯的にスーって23時とかで配信してないっけみたいな。ってことは何あいつ配信終わってからスバルのメンバー限定わざと見てたってことみたいな。いや別にすげえありがたいんだけどさ、いや嬉しいんだけど、いやてか内容ちょっと、なんかなんか本当にさ、いや感じのスバル後輩に見られてんのちょっと恥ずかしいかみたいな。マジゴゴゴゴゴって感じだった。ドドドドゴゴゴゴゴ。ちょっとね、なんかいろんな、なんか、でもまあ、ありがてえな、みたいな。なんかちょっと緊張したわ。ね、スバルの世界にね、効果音ついてたら、ゴゴゴゴゴ、こいつアヒージョからのエンディングだったな。なんかその、小声の、なんか本当にさ、一瞬さ、ポソポソって言われたからさ、最初さ、今、面言見たっつったか、こいつって。いや、しかもそれまで、全く関係ない話をしてて、突然の衝撃で、まあでも何はともあれね、喜んでくれて嬉しいわ。面言を見たと言ったのかみたいな。最前線アヒージョ。最前線つうかもう横にいるからな、普通に。並んじゃってんだよ。いやなんかね、スーって、すごく、こう真面目で頑張ってて頑張り屋さんで、みたいな。だからね、普段ね、そういう気配を感じないんだよね、全く。でもなんか端々に、フィギュア並べましたとか、机に並べましたとか、会いに行ける VTuber。まあ、会いに行けるっつうか、会いに来てくれたっていうか、まあ嬉しいけどね。スーちゃんうまく気配消すよ。いや、なんか、気配消せんの何？いや、だからさ、スーがさ、BL 好きとか知らなかったんだけど、そうなんみたいな。なんかまあ好きだよねみたいなさ、反応してたけど、なんか、あれそれってなんか、これ本当に好きなんかなみたいな。あ、そうなんだ。そう、0か100にする才能があるスーには。いや、っていう出来事がありましたと。次は、みこちとラーメン食べた話するわ。みこちとね、ラーメン食べに行ったの、この前。でさ、ラーメン食べに行ったらさ、ラーメン屋さんって、紙エプロン出してくれるじゃん。服にさ、汁が飛ばないように。で、なんかその、紙エプロンいりますかとか言われて、で、ありがとうございますって言って、紙エプロンをね、スバルとミコチそれぞれもらったの。で、それをさ、こうつけて、食事を楽しんでたわけよ、普通に。で、そしたらさ、お会計の時にさ、ミコチが、今日は出すよみたいなこと言ってくれて、いいなみたいな、ありがとうってなって、で、こう、で、スバルそういう時、もうこれは部活の教えというか、基本ね、払ってるところを見ないように店の外で待ってるんだけど、まあなんかちょっと心配だったから、まあなんか別に心配もないんだけど、なんかまあなんか一応なんかあるといけないから、そのレジ横にいるかみたいな。でレジ横でみこちが払ってくれるのを見て、ありがとうごちそうさまとか言って、
で、みこちも無事お会計が終わって、じゃあ店員さんに、ごちそうさまでした、美味しかったですって言って、外に出ようとしたんだよね、無事。その時にスバル気づいたんだけど、ちょっと待ってみこち。やばい。紙エプロンまだついてる。それで、みこち。紙エプロンつけたまま、外すの忘れてて。みこち、ちょっと待って。やばい、紙エプロンまだついちゃってるとか言って、あっとか言って、やばいやばいとか言ってさ、こう頑張ってさ、外そうとするんだけど、もうテンパってうまく取れないからさ、スバルがさ、なんかそこちょっと記憶曖昧なんだけど、なんか、スバルの覚えてる範囲で言うと、もうなんかすげえミコチテンパってるから、スバルがミコチの紙エプロンの端をビリって破った記憶あるんだよね。はいとか言って。それで、なんかもう次からスバル紙エプロン警察もするわ。そっからさ、スバルさ、紙エプロン見るたびにさ、その時のミコチ思い出してさ、ちょっとフフとなる。スバルはね、結構ね、大丈夫だったけど、なんかその今までね、紙エプロンっていうものに対してそんなに特に何も思わなかったんだけど、やっぱ紙エプロンをつけてる人を客観視することってあんまりないというか、ご飯食べてる時に紙エプロンつけるけど、基本ご飯見てるじゃん。でもさ、紙エプロンつけてる人が傍から見てどうなるっていうのを、その時に、みこちを見て初めて、あ、こういう感じなんだみたいな記憶に焼き付きすぎて、この前、ご飯食べてる時に紙エプロンをね、最初に出してもらったんだけど、で、その時スバル一人でご飯食べてたの。で、紙エプロンを一人でつけた時に、そのミコチの姿が思い浮かんできて、紙エプロンつけた時ってこんな風に見えてるってことは、スバル今めちゃめちゃ腹減ってるやつみたいになんないかなみたいな。そのさ、ご飯食べる時になんか異様に自分を客観視するようになってしまう。そう、なんか、待って、スバルめちゃめちゃ腹減ってるやつになってるか。ご飯まだ来てないのに紙エプロンつけてんのちょっと意識高すぎかみたいな。ハングリースバウいや、っていう、なんかそういうのが結構頭をよぎるようになってる。いや、でもね、その後はさ、一緒にさ、なんか命とお散歩したりとかして楽しかったぞ。そう。